信州の竜淵で、我々は上級幹部と戦っている。その時誰かが大声で叫ぶのが聞こえた。足元を見て。足元には何がありますか？幻冬がビラバージョンについてから、不運な章に入った。多くの人が疑問に思っています。この海域隊のこと。赤とはどんな関係なのでしょうか？それは大間違いだ。アナツにも不運があるから。証拠は足元にある。列決との戦いに伴い、足元の模様もはっきりし始めています。見覚えがあるような気がしませんか？そうです。これはかつてアナツ古遺跡に頻繁に現れた神秘的な法人です。素材再利用の疑いはありますが、しかしこの法人の機能は本当に多いです。最初の機能は、遺跡のご褒美です。通関遺跡の後、自動的に開いて報酬を放出します。その後転送人になりました。第2の機能、レーザーを放つことができます。台座として機能する。3つ目の機能、壁の装飾品も作れます。石変わらなかった。これはとんでもないと思いますが、でも変わっていない点があります。この図案は古代遺跡にしか現れていない。古代遺跡は古代文明が残したものだと知りたいです。これはアナツと9域の遺跡が同じ文明で建てられたことを示しています。アナツと9域の騒動なことはもう8、9を離れなくなった。ビラはベラに着いたら古い遺跡を見たことがありません。しかし事実は本当にそうなのでしょうか？砂漠のサザエ洞窟の中で、洞窟の奥に行けば、古代遺跡の存在も発見されます。幻冬は古代文明の支配を離れたことがない。その日人類はまた古代文明の恐ろしさを思い出した。実際古代文明も本当に怖いです。大災害の記述を覚えていますか？バックトラックは失敗し、時空乱流の猛威が私たちの世界を歪めた。私たちの都市、私たちの文明は一面に消えている。時空乱流が猛威を振るう。では、この画面はどこにありますか？そうだ、古い遺跡にある。ふーちゃんは言ってました。アジャの古い遺跡はただの転送門だ。私たちが入ると、アナツの他の地域に送られます。これらの地区は古代遺跡の所在です。周辺の光景からわかるようにここにもかつて都市があった。橋と住宅地。しかし今は時空乱流に絞られています。しかし古代遺跡は無事でした。実はアナツと9域を証明できるのはこの図案だけではありません。そしてこのパターンは、9域ではこのドームが見えます。その表面の模様はアナツに現れたことがある。これは今までの遺跡が全て古代文明で建設されたことを証明します。もし9域の遺跡が封印のためなら、ではアシャの遺跡は何のためなのでしょうか？9域の遺跡を観察しましょう。原玉空間に入らなければ、赤の遺跡と違いはありません。赤でも遺跡の探索は終わりませんでした。このような遺跡は、ドアの後ろに原玉空間を追加すれば、その中にも大晦日が封印されている可能性があります。まだ推薦に位置した後、不運にも大規模な襲撃が繰り広げられた。しかし週だけが被害が最も弱い。14年の末にはここへ地点を受けなければならない。私たちは耳と一緒に外に出て大晦日を除去した。信州の生きは本当に職務を果たしていると言わざるを得ない。運が目前に迫っている。森橋の住人はまだ忘れません。9域が存在するのも奇跡だ。公式は空の大きな渦を見せるために、わざと私たちを州から追放した。実は大晦日なんです。ベイベーを竜淵から遠ざけるために。この竜理さんの刑はやはり通じています。耳と一緒に遠流を解決した。流煙は何かあった。大きな雲が新州府を覆っている。この威勢を見る。少なくとも片道の修道士が強盗をしなければならない。この時任務を続けなければ。ハイジャックはずっと存在する。9域永久天体元カードを持ってもいいです。本当にそんなことをする人はいますか？本当にあります。例えば私は。川のこの辺りはとても楽しい。続けましょう。ベイベーについて流煙に駆けつけた時、流煙の門は廃棄されました。壊れた様子は腕力で破壊されたものだ。ミニは報告するところだ。連絡が中断されていることに気づいた。どうしたの？音伝達装置がこの節の目に故障したのでしょうか？通信システムを切断する。このようなことは幻冬では珍しくない。現在2つの推測があります。1つ目はスパイがいることです。わかりにくい行動はどうも偶然すぎるようだ。マーラの位置についたばかりだ。大晦日には全面的に侵入する。さらに竜淵を一挙に破った。タイミングが正確すぎるようだ。そして耳の離れも。下からの討伐任務は一歩一歩進んでいます。内鬼がいる可能性はまだ高い。2つ目は無秩序な深淵の影響です。ベラにいた時、無秩序な深淵に入った時、通信中断の問題が発生しました。根列結のある出口が開かれています。外も影響を受けている可能性が高い。ベイベー一流が先に突入した。私たちが着いた時、通路は様々な海域帯でいっぱいです。ここは前札を選ぶことができる。次の任務地点に直接行くこともできます。階段に入ったら、乱達意識道。中に閉じ込められた。遺跡は私たちを狙っているような気がします。どの遺跡に行っても、ドアを閉めて犬を置いている感じがします。これが主役の待遇ですか？まず楽しいショーで飛び降りました。本当に死なないとは思わなかった。ここに詳細があります。主役の移動に伴い、両側の火は順次点火されます。うどんを直接満タンにする。しかし封印空間が開かれた事実は止められません。ここにもあります。私たちはもう一度大きな目の存在を見た。目の前の光景はウィラの無秩序な深淵と同じだ。それが関係があると推測した理由です。では問題が来ました。今ではアシャ、ビラは、9域には皆分かりにくい存在がある。他の残された時空はどうでしょう？そこの不運はまた何をしているのだろうか。四川流煙家の童話の中で、大晦日の活動は西暦2624年だと知っています。
9域に記録されている時間は西暦2665年です。リラが記録したのは西暦2699年です。これらの時間は問題を説明しています。不運の出現はロット別である。では、封印を解く順番もロットに分かれている可能性が高いです。最初に解放した大晦日は次の時空の封印を解く。そして全身的に。では最初に封印を解いたのはどの時空だろうか。他の時空にも運があれば。大確率はすでに解除された。何かこの線に沿って考えて。スハハはますます怖くなってきた。それとも背後にはスモよりもすごい存在があるのでしょうか。本当にそうなら、主役の素性はもっと味わう価値がある。別の時空が脱出した不運と戦った時に、アシャに来た実行者を尾行して、これで全てが筋が通った。主役は他の時空から来ている。だからハイガルドの他の支部だと言ったんです。まだ4級の権限があります。最初は私たちも大晦日を追跡していました猟犬を檻から出す時だ。目標信号が失われて位置が特定できなくなった。ちょっと待って、また話が遠くなった。ストーリーに戻りましょう。原曲空間に入ったら、幻灯はシームレスなトランスファーゲート技術を示しています。やっと大きな目の中に来た。大きな目といえば、赤にも痕跡があります。壁の落書きです。トーテム崇拝のようなものです。アナツにはまだ不運な擁護者がいるのだろうか。同じ大きな目だけど。しかし、ここはウィラの無秩序な深淵と比較して、内部の構造は全く異なる。ヘラと戦った時、どうして封印されたのか見えませんでした。でも列血はチェーンに縛られています。ではまた問題が来ました。あとはナンオンもここにいることを知っています。列血の力が国鳥に封印されたことも分かった。では逆に考えてみてください。列血がナンオンに封印されていなければ、鎖から簡単に抜け出すことができます。しかしナンオンに抑圧されて待っていました。そして戦いの中で抜け出した。抑圧されて私たちと戦っています。ナンオンの目的は一体何なのだろう。ますますよく見えなくなってきた。でも推測してみてください。最初のレムから知ったのは、ツボは黒石の遺跡に監禁されている。自分の子孫が彼女を救うのを待っている。今の大晦日の目的は各所の原玉遺跡を破壊することです。原玉遺跡には何がありますか？封印された上級者だ。ツボ集団の高級大晦日は何のためですか？ヘラは私たちに敗れた。列血もやられた。彼らに自分を救うためには明らかに間違っている。ここにも2つの可能性があります。すべての封印された原玉空間は人目である。封印が必要な原玉空間は全部開いて、スハはやっと眠くなることができる。列が欠けて死んだにもかかわらず。でも原玉空間は開いています。2つ目はスバに必要なのは大晦日そのものではありません。高級で分かりにくい力です。列血は死んだが、しかし力はナンオンに集められました。ヘラも敗れたけど、でも結晶局はまだレムの中にある。収集される可能性があります。どのような可能性があるのか。ナンオンの次の動き次第だ。列血と戦った時、嵐が駆けつけてくるなんて、他の州とは違います。李州での襲撃は最小だった。でもこれは私に違和感を感じました。そのためフーちゃんはわざわざ整理しておきました。今までの李州遺跡に関する資料。発見は本当に簡単ではありませんでした。戦闘 PV では、ナンオンがここを襲ったのを見ました。本戦の攻撃を含めて2回になります。李州の遺跡の周辺にはまだ意味不明の封印がある。今までフーちゃんはまだ解読できなかった。興味のある人は自分でスクリーンショットを見ることができます。李州原玉遺跡の上に、もう一つ意味不明のエネルギー弾があります。その周囲にも巨神兵のような警備員がいた。ここの警備員について、第3世代の将はそれらを指しているのではないかと考えています。以上の資料を除いて、そして李州自体の存在です。9域のタイムスタンプ技術はどこから来たのか覚えていますか？言及跡地からの石碑。これが古代文明の資料の源です。今では私たちの注意力を、カンヌ州に移転します。州からの問題はもっと大きくなります。そして幻灯がこんなことをしたのは初めてではありません。私たちがアシャワーランで、最後の腹の塔を閉鎖した時、枝の子が全土に出撃したことを知りました。私たちは星島に派遣された。星島には残された時空機械がありました。だからストーリーは李州遺跡を重視しなければなるほど。むしろ李州遺跡には巨大な秘密が隠されている可能性があるということです。これも耳の疑問に答えました。どうして新州封印の不運が最強なのか。最初に解放されたのか。私たちの注意を引くからです。もちろんですよ。これらは今までのストーリーに基づいて、地図から導かれたものです。公式仕様のサポートも必要です。流煙のトラブルを無事に解決した後、新州府に戻りました。今はまだ人級を解放した地図はありません。そして天正閣にも内閣があると聞きました。この言い方はどうしてあったことがあるのか。まず京都の下城区を持ってきてから話しましょう。これで新州の本戦は一段落した。第3世代自称システムは果たして巨神兵ではないだろうか。覚えている9域についたばかりの時にこの可能性を言及しました。そして彼らも野球が上手なようです。楽しみにしていましょう。今回更新された新種ストーリー。以前のいくつかの設定を保管した。幻灯のストーリーを幻灯に再誘導しました。夏さがなんて言ったか覚えてる。私は彼らに救いと恩赦を与えることはできない。でも彼らに希望を与えることができます。幻灯は9域の希望です。今回だけは、もうローを上げないでください。今期はこれで終わりです。他に注目する。違う幻の塔を体験